雑談です。プロミスです。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ。陣内智則の面白い方を原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、今日ですね、朝ヤンがありまして、水道橋博士さんがやっている阿佐ヶ谷ヤング用品店のもう19回目ですか。ですね。ゲストが、奇妙麗太郎さんという、ミュージシャンですね、の方で、いろいろ根掘り葉掘りやると思いますので、それのオープニングとかエンディングじゃない、予告をね、次回予告を作ったりしておりました。で、それから夕方じゃないな、お昼過ぎでもないか、夕方前ぐらいにある撮影がありましてね、ある撮影というか、もう今日の夕方にはアップされるんだ、もうね、数時間ちょっとフライングで言っちゃいけないことを言ってきましょうか。コロナになってた陣内くんの復帰の動画をね、YouTube の撮りに行っておりまして、いろいろ話聞いた。本当大変みたいだったんで、本当にね、いくら気をつけててもどこで感染するのかね、そしてまた結構ギリギリな感じだったっぽくて、で人と会っちゃいけないんで本当大変だったっていうことを言っておりましたんで、皆さんも本当に気をつけてくださいねといった感じで、それをやって、その後関内ホールって神奈川のね、馬車道にあるホールで金子綾乃さんのこってソロのアコースティックのライブがあったんで、それに行っておりました。いやー、前までのツアーが安田のね、バンド編成のツアーで、今弾き語りのツアーで回ってて、昨日が館内ホールで、次が26だったかな、渋谷で、弾き語りのツアーのラストがあるということで、いやー、本当にね、本当に素晴らしいというか、僕チケット取ってないと思って、リセールがやっぱりこの時期なんでよく出てるんですんで、リセールで買ったらなんとチケット買ってたことに気がついて、慌ててリセールも間に合わなかった。誰か行く人いないっつって聞いてね、渡しましたけども、よくやるとチケット取れないんで、こうダブって申し込んでね、取れてないと思って申し込んじゃったみたいな、多々あるというか、ありますんでね、もしね、俺も金子綾乃が好きだっていう方が一緒にね、次回あったら行きましょうという感じで、武道館のね、チケットも取れない、もう一回外れてるんで、先行のやつでね、ぜひ行きたいね、思いながら、いや、本当かっこよかったですよ。どのアルバム、ただねというか、僕が聞き出してからまだ一度も恋しい日々をね、生で聞いていないんですよ。もうあれはやってくんないっぽいんだよな。なんかやってくんないっぽいというか、やる感じじゃないんですよね、いつも。なんで武道館ではさすがにやってくんないかなと思いながら、ぜひ武道館は行きたいなと思っております。はい、そんなことを昨日はしておりまして、で見ましたですわ、プロミスシンデレラね。これいよいよというかね、過去どういった感じで2人がね、副社長とね、二階堂ふみさんが出会ってたのかみたいなことがやっておりましたけども、あれですね、中で食事にね、2人で行って、つけられてるんですけど、そこでいろいろというかね、当時10年前こう好意を持っていた副社長が、で今もそれが忘れられなかったみたいな
感じなんですよね。で、こう、ぐいぐいまではいかないですけども、こう、なんて、大人の振る舞いとしてね、それでもこう、ぐいぐいまではいかないんだ。クイクイぐらいですかね。言ってる感じで、こう、迫るというのもあれおかしいかもしれないですけど、こう、ね、迫っていくんですが、まあ、根掘り葉掘りというか、からりひらりとね、かわされとるといった感じなんですが、これがね、こう、また、大人の対応されちゃってみたいなね。で、じゃあ、弟の方が、が好きなのかみたいな質問をしたときにね、で、なんで10個も年齢ね、年上だし、それは考えてないみたいな答え方をするんですけど、その言い方がどうも、こう、まんざらでもないみたいな感じでね、それを盗聴してる弟というね、その三角関係というか、ね、本当に、ここはどうなっていくんだろうなっていうね、感じがひしひしとしますが、そこに出てくるのが松井玲奈さんですよ。このちょっかいを出してね、ちょっかいを出してというか、ねえ。いやー、で、なんかホームページでは、ね、悪女が面白いみたいな、ね、インタビュー記事が、まだ読んでませんが、ありますんで、後で、ちょっとそれも含めて楽しみに読んでおこうかなと思いますけど、本当に引っかき回してますよ。ね。で、初給料が入って、それで家を出ていくかどうなのかみたいなところが、これは何話 ?4 話 ?5 話 ?4 話 ?5 話 ?4 話ね。だったんですけども、本当に面白いというかね、何が昨日は良かったかって、本当に二階堂ふみさんの制服姿が拝めたのが、もうそれだけでね、それだけで満足。本当にそれだけで満足でしたわ。ただね、高校生時代の役柄的に髪の毛がね、ちょっとロングなんですよ。そこだけですわ。僕が。ね。あれが本当にボブだったらもっとね、100点満点だったのにと思いながらね、そういうところしか見ていないね。そんなことをやっておりましたけど、本当にこれどうなっていくんだろうなって、ね、そんなに、あまり、そして、ゲームをね、仕掛けられている方も、そんなに300万を、こう、足かせに思ってないというのか、もう別にそこは、どうでもいいまでは言わないですけどね、そこまで気にしてないっていうところが、すごいですよね。そこが一番ね、その物語の主軸だったはずなのに、そこはさておき、こう恋愛事情というかね、こうちょっかいを出す弟に、それを阻止するというかね、大人の対応で迫るお兄さん、そしてそれを邪魔する、松井玲奈さんとね、いった感じで、なんていうんですかね、面白いですね。面白いというか、な感じでやって、本当にこれ、最終的には多分その300万も解決して、ね、で、元旦那の存在はもう、あれでというかね、なんか僕の記憶ではなんかもう、うやむやなまま消えてるんですけども、そこの関係はどうなるのかね。それからその弟とね、お兄さんとの関係、家の関係といいね。これね、多分最終回までに、おばあちゃんが死ぬんじゃないかなって気がしますね。死なないかな。なんかそこで、ね、その兄弟の関係がまた変わってきたりとか、ね、なんかそんな人からもありそうでなさそうでな感じで、単純に二階堂ふみさんが可愛いから見てるだけなんですけどもね。いやーっていうのを見ておりましたんで、
TVer でね、見逃し配信あります。本当に、昨日の回は神回ですよ。だって、二階堂ふみさんの制服姿が拝めるんだもんって。それだけで、10点満点で、そうですね、12点ですわ。そんな感じで見ておりましたんで、皆さんもぜひ、TVer でご覧になってくださいといったところですかね。はい。コント。うわ、何にも考えてなかった。何にも考えていなかった。ね。何にも考えていなかった。本当に何にも考えて。あとね、あの人、弟、ね、前田さんですか。目がでかいね、ほんと。目がでかい。それを見て、いや、この人目でかいなっていうのを見て、思っておりました。ね。そんだけですわ、本当に。あとやっぱりね、金子信明さんがいい味、この人が何だったキーパーソンになるのかなというね、感じもします。裏で仕切ってるというか、ね、感じはしますねっていうのを、本当に面白いドラマなんで、毎週楽しみに見ております。いったところですわ。はい。ぜひ、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。ありがとうございました。